皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日点検する銘柄は視聴者様からリクエストをいただきました夢の国を運営するオリエンタルランドの点検を行っていきます。2024年に5700円付近まで上昇した株価が今は2500円付近まで大きく下がってきています。2年連続での特別優待の発表もあり、これは株価対策なのか、なぜここまで下がるのかという声にお答えして、過去の PER 推移やディズニークルーズなどの最新の成長戦略も含め、現場の目線でしっかりと点検していきますよ。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。会社の基本的な健康状態を測るのんびり点検シートでチェックしていきましょう。配当利回り基準 3.0% 以上に対し 0.58% 不合格です。 ROE 基準 10.0 以上に対し 11.7% 合格です。自己資本比率基準 50% 以上に対し 67.5% 合格です。配当成功基準 50% 以下に対し 20.2% 合格です。配当利回りは物足りないですが、会社がどれだけ効率よく稼いでいるかを示す ROE は基準をクリアし、会社の貯金箱の頑丈さを示す自己資本比率も 67.5% と非常に優秀です。本業でどれだけ現金を生み出したかを示す営業キャッシュフローも直近で1813億円のプラスとなっており、現金を稼ぐ体力は申し分ありません。次に事業内容の点検、稼ぎの柱を見ていきましょう。セグメントの構成比を見ていきます。テーマパーク事業5683億円 80.7%、 ホテル事業1190億円 16.9%、 その他の事業171億円 2.4%。 やはり圧倒的な稼ぎ頭はテーマパーク事業です。新エリアファンタジースプリングスの通期稼働や変動価格制による高価格帯チケットの販売増、さらにはディズニープレミアムアクセスのような有料サービスが好調で、ゲスト1人当たりの売り上げが過去最高を更新しています。強力なブランド力を武器に高付加価値な体験を提供し続けることで、お客様に気持ちよくお金を使っていただく仕組みが完成しているのが強みですね。それでは業績の軌跡点検、過去5年間の推移を振り返ってみましょう。感染症の影響で落ち込んだ時期を乗り越え、売上高は右肩上がりで回復し、直近の2026年3月期には7045億円と過去最高を更新しました。しかし本業の儲けを示す営業利益に注目してください。2025年3月期の1721億円から2026年3月期は1684億円へと少し減ってしまっているんです。売上が増えているのに利益が減るということは、それ以上に人件費などのコストがかさんでいるということです。ここが成長の踊り場と言われるゆえんですね。続いて財務の深掘り点検です。会社の財布の中身を確認します。会社の全財産である総資産は1兆6291億円と巨大です。その中ですぐに使える現金が4682億円もあります。借金である有利子負債は3267億円ありますが、手元の現金で十分に全額払える範囲です。自己資本比率も 67.5% と高く、会社の土台は非常に頑丈で簡単には揺るがない安心感があります。次は還元姿勢の点検、配当と配当成功です。過去5年間の1株当たり配当金は 5.60 円、8.00 円、13.00 円、14.00 円、そして直近は 15.00 円と順調に増配を続けています。会社としては2035年までに配当成功を 30% の水準まで継続的に高めていくという力強い方針を掲げています。現在の配当成功は 20.2% ですので、今後も無理なく配当を増やしていく余力は十分に残されています。ここで直近決算と中長期の成長目標、クルーズ事業について裏読みしてみましょう。来期も売上は7243億円と伸びる予想ですが、従業員の賃上げや修繕費などのメンテナンス費用が重くのしかかり、営業利益は1608億円へとさらに減る見通しです。しかし会社はただ立ち止まっているわけではありません。2026年4月に新会社株式会社オリエンタルランドクルーズを設立し、2028年度には
ディズニークルーズラインジャパンとして日本を拠点とするディズニークルーズを就航させるビッグプロジェクトが進行中です。現在は利益が伸び悩んでいますが、これは未来の巨大な船を作るためのかがみ込む時期だとも言えます。ここで会社を評価する2つの重要なメーター PER と PBR による期待値と指値の根拠に迫ります。少し難しく聞こえるかもしれませんが、とっても簡単です。まず PER というのは現場の言葉で言えば、今の株価で買ったら会社の稼ぎだけで何年で元が取れるかを表す期待値メーターです。数字が高いほど投資家からの将来への期待、つまりブランドに対するプレミアムが高く乗っている状態と言えます。もう一つの PBR は、もし今会社が解散して財産を山分けした場合、投資した金額に対してどれくらい戻ってくるかという貯金箱メーターです。1倍が基準で、1倍なら解散しても全額戻ってくる計算になりますが、人気企業には高いプレミアムがつきます。さて、現在のオリエンタルランドの予想 PER は 35.20 倍、 PBR は 3.71 倍です。これを同業他社と比べてみましょう。期待値メーターである PER はサンリオが 22.46 倍、ユニバーサルエンターテインメントが 28.40 倍です。他社が20倍台に対し、オリエンタルランドは35倍以上と圧倒的なブランド力による高い期待値が上乗せされています。貯金箱メーターである PBR も見てみます。ユニバーサルエンターテインメントが 0.44 倍と1倍を割っている一方で、サンリオは 8.55 倍、オリエンタルランドは 3.71 倍と、こちらも実際の会社の純資産に対して何倍ものプレミアム価格がついて取引されていることがわかります。いくら下がったとはいえ PER 約35倍はまだ高すぎるんじゃないかと思うかもしれません。しかし、ここでオリエンタルランドの過去5年間の PER 推移を見てください。過去5年間のレンジは 34.5 倍から 204.5 倍です。なんとこの5年間、どんなに株価が下がっても 34.5 倍を割り込んだことがないんです。つまり現在の35倍付近という水準は他社と比べれば高いですが、オリエンタルランド自身の歴史から見ると過去5年間でも最も割安な大底圏にいるということになります。来期の稼ぎ 69.40 円をもとに計算し、過去の最低ラインをさらに下回る適正水準 PER30 倍から32倍まで引きつけることができれば、高値掴みのリスクを極限まで減らした鉄壁の指し値になります。ここに相場の行き過ぎに備える余裕と切りの良さを加味して、だいたい2000円から2200円付近、これが自信を持って買いに迎える安全圏の根拠です。ちなみに上場30周年記念として2年連続で発表されたパスポートの特別優待は、株価下落局面で個人投資家に長く株を持ってもらうための強力な下支え策と言えるでしょう。最後にのんびりの判定です。財務の安全性や稼ぐ力は超一流で、クルーズ事業という次なる成長の柱も準備されています。現在の株価は過去5年間の歴史で見ても一番割安な水準まで落ちてきていますが、業績はコスト増による踊り場の時期です。特別優待は魅力的ですが、今の水準で焦って買う必要はありません。理想の作戦としては、過去の最低 PER をさらに下回る鉄壁の水準2000円から2200円付近まで引きつけてから、長期の優待目的で保有を検討するのが現場目線では一番安全で納得のいく投資だと考えます。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。